んにちは、愛です。今日は緑野という駅に来ています。茨城県のつくば市にあります。今日はつくば市で地元の食材が食べられて大浴場もあるリーズナブルなお宿を見つけたのでやってきました。それでは本日のぼっち旅スターティング。はい、改めましてやってきましたのは緑野駅です。つくば市ですが、つくば駅ではなくて、つくばの駅からは東京方面3つ目ですね。秋葉原までは約48分、区間快速列車も止まり、駅の東口と西口には大きなスーパーもあり、お買い物にも困らないですね。緑野という名前の通り、緑の多さが大きな魅力の街です。アクセスについてですが、緑野駅から約10分ぐらいなんですけれども、ちょうどバスが行ってしまったので、私はタクシーに乗り込みました。でもね、タクシーの運転手さんと和気あいあいお話ができたので、これはこれで旅の醍醐味で好きな時間です。ああ、そうなんだよな。ね、二つあるからね。うんうん、金曜堂と常磐堂。ああ、そうなんですね。掘るのが大変。これ。本当ね。そのまま使えるのと、ということで本日のお宿がこちら。つくばの隠れ宿、梅屋旅館さんです。フロントは和のテイストがとっても素敵です。受付の奥に選べる浴衣コーナーがあります。はい、いろんな種類があって迷っちゃいました。しかも珍しく、羽織も種類が豊富なんです。なんだか嬉しいよね。羽織にドット柄があるのが珍しいなって思いました。でもこれにしよっかな。チェックインを終えて早速私のお部屋に向かいます。フロントから長い渡り廊下を渡った奥のお部屋なんですけども、途中で自動販売機があったのでちょっとご紹介します。はい、良心的なお値段ですね。アルコールの自動販売機があるのも嬉しかったです。買い足せる。そして本日の私の後ろは313号室。どんなお部屋かな？それではオープン。はい、お部屋に到着しました。ではルームツアーです。はい、お部屋がこんな感じです。コンパクトなお部屋ですね。で、光が結構明るそう。ちょっと一回ここ開けてみよう。おー、ここは西の方かな？すごいグラウンドが。うわー。今日差しが強いんだけど、朝はすごい気持ちよさそう。ただ締め切りで窓が開けられないのがちょっと残念ですね。なんかレースのカーテンがあればいいんだけど、そういうのはなさそうですね。ちょっと、半分ちょっと、このぐらいにしときます。すごい斬新な感じで、冷蔵庫の上に電話があります。はい、冷蔵庫の中こんな感じで、ちょっと若干古さは感じますけど、スイッチオン。ここでオンする感じです。はい、机周りはこんな感じで、非常にちょっと古さは感じますね。はい。はい、テレビは非常にちっちゃいです。なんか一人暮らし用じゃなくて、なんていうの？実家の自分の部屋にテレビを置いたらみたいな感じの大きさ。かわいい。ベッドもね、お家にある感じっぽいシングルベッドですね。そして、枕元にコンセントもあるので便利です。エアコンもここですね。で、ここにね、ちょっと順番前後しますが、タオルがあって延長コードがあるのは嬉しいですね。はい、お手洗い見ていきましょう。こんな感じでユニットバス。で、ここはお風呂がね、大浴場っていうか人工温泉がついているので、使うことはないんですけれども、こんな感じで非常にコンパクトですね。シャンプー類はこんな感じ。はい、以上ルームツアーでした。はい、持ってきた色柄浴衣はこれです。すごい可愛いね。大正ロマンみたい。はい、せっかくなので大浴場に早速行きたいと思います。そしてね、浴衣の帯がね、ちょっと見当たらなくって私持ってくるのを忘れちゃったみたいなので、一旦服で行きたいと思います。後で浴衣に着替えます。じゃあ今日。ちなみに洋服かけるところは入り口すぐ横にありました。エレベーター前に電子レンジがあります。はい、廊下にはこういった可愛らしい置物がたくさんあっておもてなしの気持ちを感じます。そしてお風呂場に行く途中にこういったライブラリーのコーナーもありました。ここにはね、はい、煉獄さんがいらっしゃいました。昨日何食べたの？これ好き。ここに置いてある本はお部屋には持っていくことができないので、このスペースで読むことができます。
すごい。電気なんとかがある。すごいね。なんか、日差しが優しくなってきて気持ちいいので、ちょっとだけ、その辺まで歩いてみようかなと思います。何もないけど。なんか送迎車も団体さん用にあるみたいですね。3名からだと、駅まで迎えに来てくれるみたいです。はい、部屋から見えたグラウンドです。すっごい気持ちいい。窓開けられたら最高なのにな。視線の中に身を置くと、いろんなことが浄化されるような気がします。そしていろいろね、物思いにふける時間にもなりました。今までのこと、これからのこと、なんちゃって。はい、グラウンド側から見た大浴場行ってみようかな。じゃあそろそろ。グラウンド気持ちいい。空気が美味しい。ちょっと出てきてよかったです。なんかね、ウグイスの声かな。すごい聞こえる。かわいい。だからウグイスって名前なんだね。では早速大浴場に行きましょう。こちらは日帰り温泉も行っていて、外からも中からも入ることができます。はい、比較的ね、新しいみたいでとっても綺麗です。この撮影時間は実は朝撮った画面なんですけども、私がね、お風呂に入った夕方は、男性の方がね、この畳でゴロゴロして気持ちよさそうにしてましたよ。はい、で、お土産コーナーもあります。そして健康的なスムージーをいただくこともできます。はい、お風呂から上がりまして、お着替えしました。浴衣選べる色柄浴衣ということで、なんかちょっと大正ロマンみたいな感じで、可愛くないですか、これ。でね、羽織があります。羽織もね、いろんな柄があって、ドット柄とか、色もいろいろあったかな。でもこれが一番この浴衣には私は相性がいいんじゃないかなと思って、これにしました。気に入りました。お時間になりましたので、夕食をいただきにレストランに参りました。美しいお庭を眺められる窓際の席をチョイスしました。一番早いお時間をチョイスしたからか、誰もまだ来ていませんでした。ドリンクメニューはこんな感じで、比較的ね、旅館の中ではリーズナブルなんじゃないかなと思います。はい、ハイボールもありますし、あとはね、ご当地の日本酒などもありましたよ。はい、生ビールが到着。では、お疲れ生です。爽やかでとっても美味しい。そしてお料理が到着しました。実はですね、今日は急遽定食みたいな感じのディナーになりました。はい、こんな感じで心のこもった素敵なお料理なんですけれども、実は私ですね、やらかしまして、本来こちらの料理を食べる予定でおったんですが、ホテルの宿泊自体を予約できてなかったみたいだったんです。またやっちゃった。お部屋自体は空いていたので、朝食付きプランだったらいいですよって言われたんですけれども、私がね、相当困った顔をしていたら、ご配慮いただきまして、懐石は用意できませんけれども、定食だったらご用意できますよって旅館様のご配慮ありまして、夕食をいただくことができました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そして肝心なね、定食の内容なんですけれども、今食べてるのがね、一応サラダのカテゴリーなのかな。トマトケチャップ風のサラダかな。イカが入っててね、美味しいです。創作料理だと思います。そしてお酒が好きな私、のんべえさんにもぴったりなおかずがね、ありましたね。もつ煮込みがすっごくね、嬉しかったです。そして今かけた七味は、みよこという七味で、つくばの会社の七味だそうです。旅館のオーナーの方だと思うんですけど、お料理運んできてくださった方が、この七味爽やかで美味しいのよということでかけてみました。柑橘系の爽やかな味がしてね、いいアクセントになりました。はい。そして、もつ煮込みはね、出汁まですごく美味しかったです。
もともとは常陸牛が食べられる懐石料理を予約したつもりだったのね。で、お肉が大好きだから、ここにもお肉いっぱいあるんだけれども、またね、リベンジしたいなって思います。うっかり八兵衛はいくつになっても治りませんね。そしてこちらは、マグロのステーキかな。すごくね、噛み応えがありました。すごい高タンパク低カロリーっていう感じがするよね。心も体もほっと喜ぶような、そんなお料理です。お味噌汁はね、具がたくさん入っていて、結構濃いめの味でした。はい。もつ煮をね、再び食べまして、そして最後はね、豚しゃぶをいただきます。もしかしたらこれはご当地かも、ミライトンのしゃぶしゃぶかもしれません。他のね、メニューにそういうのがあったから。地産地消だったら嬉しいな。お肉を食べていたらご飯も食べたくなりました。お米もとっても良い炊き加減で美味しかったです。最後まで全て美味しくいただきました。本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。美味しかった。はい、今7時ぐらいのグラウンドです。ワンちゃんの散歩している人がいますね。ここは地元の方がのびのび利用できるグラウンドなのかな。いいですね。ちょっとカメラの位置を変えたら、ちょっと大丈夫？これお化けみたいな感じ。お化けだとこういう感じか。どうしようこれ。このまま行くか。待って。でも暗くない？大丈夫。どっちがいいんだろうこれ。これで行くか。じゃあちょっとビールタイムにしたいと思います。今日はね、秋葉原で買ってきたのこれ。札幌クラシック売ってるのって珍しいんだよね、関東で。なので買ってきました。北海道行くと必ず好きで飲んでるやつ。じゃあ開けます。では改めまして、今日もお疲れ様です。はあ、うまい。これも秋葉原で売ってました。これニューデイズ。そこのニューデイズ多分北海道フェアかなんかをちょっとやってて、これ美味しいよね。北海道行くと必ず買う。美味しい。これ初めて食べた時感動したの。これは案内ですね。チェックアウト10時。無料貸し出し。空気清浄機。ついてないの？ないね。無料、部屋にはないけど、空気清浄機とかヘアアイロン。自転車。無料で貸してくれるって自転車。この辺の近くの案内も。歩いて15分でココスもあるので、もし夕飯をつけないでどっかで食べたい人は15分歩けばココスさんがあって、でコンビニは歩いて6分だって。意外と近くにあるんだね。氷はね、製氷機とかがないのでフロントで言うとくれました。無料でございました。いやー、今日は比較的涼しい日なんだって。いつもはもっと暑いって言ってた。だからか夕方ちょっとね、フラッとそこのグラウンドを歩いて気持ちよかったのはいいタイミングで来ました。お風呂はね、そうお風呂の話してなかったよね。こじんまりとしていて露天風呂はないんだけれども、中から窓を開けることができるね。そうすると半露天みたいな気分でね、外気を感じることができる。だけどさ、窓がないってことはさ、窓があるってことはさ、開けたり閉めたりできるってことじゃない。当たり前なんだけど、人がいたらさ、開けたら嫌な人もいるじゃん、体洗ってる時に。だから人がいないっていうのが条件で、たまたまいなかったので、お湯に浸かる時はね、開けられました。すごい気持ちよかった。でね、外に出て涼む場所は囲いがあるので外から見られないんだけど、外気をすごい感じられる露天ではなく休憩スペースはあってね、もちろん裸でいる状態にはなるんだけど、だからどうしても外のね空気を感じたいっていう方はそこでゆっくりすることもできる。でお湯がね、すっごくね私好みで37度ぐらいだったのかな。比較的ぬる湯なの。私暑いのは入ってられなくて、
結構長湯しました。そしたら、ここに戻ってきてゆっくりね、風呂上がりにビールを飲む時間がなくなっちゃって、すぐ夕飯になってしまいました。なんかあっという間ですね、今年も。私、予算の関係もあるし、あと時間の関係もあるからね、あんまり遠くの旅に行ってないんじゃない？たまにね、行きたいなと思っていて、そう、そろそろなんかどっかまた行きたいなと思うんだけどさ、どこがいいかな。前に行ったね、ちょっと船旅も久々にしたいなと思ってて、ちょっと秋ぐらいに、夏ちょっと高いから秋ぐらいにどっか行こうかな。9月10月のどちらかで。博多にね、行きたいな。動画では行ったことないから。お仕事では何回かあるんだけど、それこそなんかバイトしている時代ね、結婚した時に私は丸井を辞めた時期があって、その時にね、医学会に関するMC のね、仕事をしてたの。で、それと同時に、同じ会社から、この仕事どうですかって言われてて、ジョンソン&ジョンソンさんのね、ニコレットっていう製剤があるんだけど、それの MR さんのお手伝いで、医学会の展示に立ってた時期があったの。展示ギャルとかじゃなくて、本当に MR さんのサポートみたいな。でそれでね、結構全国を回っていた時期があるんですよ。これでも6年ぐらいやってたのかな。すごい大好きな仕事で、その時に九州に行ってお仕事しました。懐かしい。楽しかったな。そうで、お仕事終わるとね、MR さんとかその展示の周辺のね、お仲間さんとかと別会社の人なんだけど、一緒にね、ご飯食べに行ったりとか、大体もう顔合わせが同じなんですよ、毎回。別の会社のノバルティスのなんとかさんとか。そう、それで、久しぶりですって、みんな、私その時まだ20代で若かったから、20代じゃないか、30代になってたかな。いや、29か30ぐらいかな。みんな可愛がってくれるんですよ。そう、で、ご飯みんなでね、8人とかぐらいかな、行って、楽しかった。懐かしい。でさ、展示は展示でさ、たまたま隣にいるブースの、だからやっぱ周辺と仲良くなると話したりとか、その隣にいるブースのとある社長さん一人で立ってていらっしゃってて、社員4人ぐらいでやってる会社で、その方お医者さんだったんですよ。で、会社も起業されていて、もうすごい昔ね、私が30歳くらい、29か30歳ぐらいの時か。でさ、やっぱドクターだから、サービス業とは違う人生を歩んできてるからね、なんかチラシをって学会で渡して話聞いてもらいたいんだけど、その渡し方がやっぱりちょっと上からな感じの、その方が。で、なんか犬に餌与えてるみたいな感じ。ちょっと見ますかって言ってるから、みんな、いいです、いいです、みたいな感じに過ぎていくのを、私が横でこうやって見てて、なんか、犬に餌与えてるみたい。ほい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 っていう感じですねって、また思ったこと言っちゃうタイプだから、そしたらなんか笑ってて、じゃあやってくださいよって言われて、いいですよって言って、それで手伝ったんですよ。そしたら、めちゃくちゃお客さんが来たんですね。そっから、マジかみたいな感じになって、うちのじゃあバイトしてくださいって言われたんですね。でそっからね、その社長さんのお仕事を手伝うようになったの。でね、1日、そのお客さんのデータが欲しくって、登録してもらいたい会社だったのね、その社長。で社長がね、1学会で25人とか毎回登録してもらうんですけど、私が担当した時に200人ぐらい入れたんですよ。そしたら、マジかってなってくれて、そっからね、毎回手伝うようになったの。で、その後、みるみるうちにその会社は大きくなって、なんかすごい何億の会社になってってびっくりしました。そんなこともあるんだなと。今もうご連絡取っておりませんが、ちょっと手伝ったこともあったりとかもして、
わーって伸びてってるのがね、すごいなんか輝かしい光景だなって。でその時ね、会社がわーって伸びた時に言ってくださったんですよね。会社が大きくなったのを加速させてくれたのは愛さんのおかげですって言ってくれて、そんなことないのにさ、嬉しかった。やっぱなんかさ、本当に大きくなる人って謙虚なんだなって、腰が低いなって未だにすごい思う思い出のエピソードでございます。急に思い出したんだけど、今もう会長になられてね、はい、お元気でいらっしゃると思いますけれどもね、まあ検索すれば出てくるんですけど、ちょっとそこお名前を伏せますけどね、長い人生いろんな人とね交流して出会ったりねしますね懐かしい。はい、続きましてハイボールタイム。では今日もお疲れ。はい、爽やか、美味しいですね。快適だ。ちょっとお部屋はね、こう壁が剥がれていたりとか気になるところはありますけれども、はい、きらびやかなホテルが好きな方はちょっとあれですけど、しっぽりとしたホテルが好きな方は気にならないと思います。おはようございます。朝です。時刻は6時30分。お天気はどうかな？曇ってますが、ここの窓的には楽。びっくりした。猫ちゃんがいた。おはよう。またね。はい、グラウンドは子供たちの練習場に変わってました。あ、そういうことか。いいね、みんな楽しそう。お時間になりましたので、それでは朝食会場へ向かいます。はい、こんな感じで美しいお庭を眺めながらいただくことができます。こちらが本日の朝食です。おかずがたくさん。はい、一つ一つ見ていきましょう。お魚や卵、タンパク質が豊富ですね。ヨーグルトもあります。では、いただきます。そして恒例の野菜からいただいております。シャキシャキフレッシュで美味しいです。そしてお味噌汁はホッとする味でした。はい、良質な脂質が含まれているというサバ。体が喜ぶ朝ごはんですね。どれも丁寧に作られていて美味しかったです。はい、まもなくチェックアウト。今回をまとめていきたいと思います。まず気になるお値段がこちら。1泊2食付きの料金です。安い。で、本来私は定食じゃなくって懐石料理をもともと予約していたつもりだったんですけども、もし懐石料理を予約していたらこのお値段でございます。もちろん日にちによって異なりますのでご了承ください。そして私の率直な感想は、隠れた名宿、ご飯の美味しいほっこり宿でございました。はい、本当に非常にですね、私常陸牛のお食事がついた懐石料理っていうことを調べてやってきたので、本当に残念だったんですけども、本来であれば当日の夕食対応は受けてないんですって。私が困った顔をしていたら、特別に、定食のセットを急遽ですね、用意してくださいました。で、もともと定食の希望があれば、電話で連絡すれば対応してくれるかもしれないので、問い合わせてみてください。はい。おかみさんなのかな、すごくね、優しい人柄の良い方で、
いやー、リラックスできました。いい骨休めになったなと思います。皆さんはこちらにいらっしゃった時は、ぜひ、懐石料理を召し上がってください。そして温泉いっぱい入ってください。はい。じゃあ、どんな人に会っているか。やっぱりですね、まずは、つくばエリアで観光したい方、あとお車の方ですね。そういった方の観光の拠点にして泊まっていろんなところを回るとか、あとは、インターが近いので、お車とかの出張の方、あとは私みたいに一人旅が好きで、いろんなお宿にね、泊まってみたい方は、心静かにしっぽりすることができると思います。で、泊まっている方を見るとね、そうですね、カップルもいらっしゃれば、ちっちゃいお子さん連れのファミリーもいらっしゃったんですね。で、賑やかなところよりも静かなところでゆっくりしたい方にぴったりだったと思います。でね、タクシーの運転手さんも言ってたんだけど、ここのお宿ってご飯が美味しいんですって。で、運転手さんはね、泊まったことはないけど、会合でね、みんなで食事とかに来たことがあるんですって。で、お風呂もすごいいいですよね、みたいな感じでおっしゃってたので、地元の方がお墨付きの美味しいお宿でございましたので、もし皆さんがこちらの方に足を運ばれる機会がありましたら、候補の一つに入れてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタンとチャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。みだちゃる TV のあいでした。お世話になりました。ペカリーノ。